毎度さんです。白丸の船長与永です。操業初日、今日が毛ガニの漁解禁日。本日暴風のためしけました。明日はなぎそうなんで、明日が出れたら毛ガニのカゴ入れに行ってみたいと思います。寒い、風強いよ。さあということで、翌日の3月16日、風もなぎて無事出港できそうです。今日は毛ガニを取る仕掛けを5本分積んで17マイル先の沖へと向かいます。オホーツク海の毛ガニカゴ漁は流氷の去った海明けの3月15日に解禁。ここ猿払の毛ガニ船団は全部で8隻、仲間の船とともに一斉に出港していきます。今日海に入れるロープ、漁師はねのしって言うんだけど、これが5本、そしてのしに結ぶ毛ガニを取るカゴは全部で1300個。これを全て仕掛けていきます。のしの端にアンカーを結んで海へと投入。まずはロープを海底へと沈めます。その後カゴを結んで再度海底に沈めたら、毛ガニがカゴに入るのを待ちます。毛ガニカゴの網目合いは北海道海面漁業調整規則で3寸8分 11.5 センチ以上と決められていて、小さなカニは逃げられるようになっています。ちょっとここでカゴにカメラをつけて毛ガニが入る様子を見てみましょう。こうやって見るとオホーツクの海もね、意外と綺麗だったんだなとびっくり。流氷が来ると動物性プランクトンや植物性プランクトンなども運んでくるので、海が濁りがちなんですが、今年は流氷も少なかったせいか、海のね透明度がいつもと違う気がします。水深80メートル、カゴの設置から15分経過したところで、画面奥の方から毛ガニがやってきました。で、驚くことに毛ガニって意外と移動速度が速くて、あっという間にカゴに到着。ガシガシとカゴを登り始めました。この餌管に群がってるのは塩虫と漁師は呼んでいて、餌を横取りする邪魔者なんですが、これはね、小さな横エビ類など小型のエビ類みたいです。そして上後から毛ガニがカゴに入って捕獲完了となります。昨日のしけの影響もなく、いいなぎで綺麗な朝日が昇ってきました。少し他に入ってんだが、ちょっと起き出してからやる。了解。やっぱしたらちゃんと山しょげなんだね。沖合14マイル、仲間の船と情報交換をしてのし入れ開始。安全第一で作業していきます。いいよ。快晴無風の中、アンカーを投入してのし入れ開始。カゴをつけないアンカー綱を2本 400m を履いている最中に、オンデン綱や下アンカーなどの準備をしていきます。で、今用意しているオレンジ色の玉は仕掛けの目印となる部位、浮きかな。で、何個も連結したこの部位は氷玉と呼ばれ、流氷が来てもね、氷の下をくぐらせて仕掛けが流氷に駆られないための対策をしています。これを1本ののしの上と下2箇所に結んで漁をする時の目印にします。顔しないでやれ。氷玉を投入したら、船頭はそこの場所をプロッターに入力。目印を入れておきます。しばらく出していくべ。下なんか出しちゃうか。
爪かわせ。あ、いいだ、オッケー。おしこれ。待てよ、くぐってねえか。こっち行ってんだな。これ最後だな。これ縦行くのか、こうやって。あ、これだな。お、手をかけて。これちっちゃくて。これはちっちゃくてね。おお、そう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 。お、そう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 。これだな。これがアンカーズだな。これ中行った？ここのしだべ？のしならいい？まだ作んなくていいよ。重ねてっていい。入れたやつだけこうやって山にしてっていいよ。こうやってやってったら場所なくなっちゃう。あんね、この縦棒合わせて進めば楽。お、これ、お、スペ投げてやれ。よ、ういよ。まずこっち来い。お、爪出せ。ねじってやれ。お、持ってる方に見せ出せ。さあということで、のしを入れたらアンカーが効くまで船に固定したままロープを張っていきます。ここ効いてるわ。効いたな。今行ってんのここまで来い。あ毛ガニ？午前7時半、2本分ののし入れが完了。残りの3本は別の場所に入れるので、まずは今入れた2本分のカゴをつけていきます。
餌入れてていいわ。釣れてるってことはいっつもそこで縛ってるってことだね。そういうことや。だからそこで縛ればいい。練習終わったぞ。こっから本番だぞ、本番。頭をたふしたら山瀬吹いてくる。この裏っ側の様口難しいべ。上から取ればいいんだ。テンポこっち向けんね。おーよ楽だべ。そういう細やかなとこよ、カニはおお、そうこうでねえばダメよ。赤来たぞ。それは無理だわそんだけ動かれたら無理だ、沢口。こんななってたもん、沢口。うわ、穴よ、ほら。ピッと出てるところを見つけるのさ。これで終わりか。あ、いや、つけていいわ。毛ガニ？はい、それでは本日積んできた1300カゴすべてを付け終わったので港へと帰ります。天気予報の通り、お昼を過ぎたあたりから山瀬、南東の風が強くなりだして、帰る頃には波も少し白くなってきて、天気を読む力も漁師の必要なスキルとなります。到着。はい、ということで初日撮影したデータが破損してしまい、今日が操業4日目となってしまいました。のしを入れた次の日がしけて、その後漁初日を迎えたんですがデータが破損。しかも漁初日がまさかの不良ということで、ちょっと不安の残る撮影となっております。さて、それでは初日のようなリアクションができるかは分かりませんが、まずはカゴを仕掛けた場所へと船を走らせます。5本入れたうちの1号上本殿に行ってみたいと思います。本日も綺麗な朝日が昇る中、1号の市に到着。初日はこの場所で2カゴしか取れず不安たっぷりですが、目印の梵天を掴んでカゴを引き上げていきます。果
たして毛ガニは入っているのでしょうか。さあさあよし、入ってるかなここばっかりは分かんねえからな。来た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 。おお、入ってっけよ。あんまりパッと入らんな。はい、作業していく。これは大中入ります。まずはこれが小サイズ。はい、こんな感じで8センチのところに引っかかる。これも出荷できるカニだけど取ってないので放流します。さよなら。はい、そしてこれが一番お手頃サイズの大中、メインで取ってるね毛ガニになります。色もいいし、これがオスのふんどし。これは出荷できます。はい、これが大中サイズ9センチのところからねはみ出してんだけど、足がないってことでこれは出荷できません。まあ傷でね出せるんだけど値段下がっちゃうんで、これもね放流します。はい、放流。はい、そしてこれが脱皮。サイズは大中サイズなんだけどペコペコ。これ脱皮したてなんで型ガニじゃないんでね、これも再放流します。はい、そして次はこのちっちゃいカニ。これがメスのカニ。ふんどしがねオスとはこんな感じ。ふんどしのね形が違います。メスはねもちろん再放流。はい、この脱皮のねオスも再放流します。はい、中にはこんなちっちゃいショーもいます。わちっちゃくてもほら元気。これはね差しを当ててみると分かると思うけど、全然8センチのところにも入んない。6.5、6センチくらいかな。こういうのが増えるとね資源がたくさんあるっていうことになります。はい、そしてこれが激レアの脱皮の最中。これ殻ついて、これほらまさに今脱皮中。こんなのもね入ってきます。これも再放流。はい、そしてこれがレジェンドクラスだね。やばでかすぎ。これがチャンピオン。素晴らしいカニ。黒っ。さあということで今説明したカニたちを選別しながら毛ガニを漁獲していきたいと思います。で初日よりはいいペースで溜まってきているので少しはね期待できそうです。来た。餌来た餌。ほら出たほら。
これ脱皮したてだ。これ出たやつだ、ほら出たやつ。うわすげえな。小さいカニは再放流、放流して。何個だ。1、2、3、6個か。まあいいとこだな。週行くなではダメだ。あはい、1本目が終わって毛ガニは6カゴ。まだまだのしは4本残ってるので期待して次の場所に向かいます。毛ガニさあ2本目ののしが始まったので、ここで毛ガニカゴ漁の流れ作業を解説してみたいと思います。主なポジションは5つ。まずは流れ作業の一番先頭の展望切り。展望はカゴを結ぶ綱のことで、展望切りの人はのしに結んでいるカゴを1つずつほどいていきます。船の先頭で潮や風を読みながら遠隔リモコンで船を操作する重要なポジションとなります。で、展望切りが切ったカゴを受け取るのがカゴ上げで、ここは若手のパワーポジション。カゴの中のカニを1箇所に集めて次のカニ拾いへとカゴを渡します。カゴを受け取ったカニ拾いはゴムで留めてあるシリートを外してカゴの中から選別台へとカニを拾います。カニをすべて出したらシリートをまた縦棒にかけて次の餌入れへとパスします。餌入れ担当は前回入れた餌を抜いて新しいイカを入れたら蓋をして展望付けへとパス。塩虫やカゴについたゴミなども取り除いていきます。そして最後、新しい餌の入ったカゴが来たら展望付けがのしに入れたサバ口にカゴを早結びで結んで毛ガニカゴ漁の一連の流れ作業となります。
見せ場作ってくれるな。見せ場作ったぞ今の。毛ガニうえいカニうわこれはどうですかね。意外と入るんだよね大中。やっぱり島のカニ大きいな。足がいっとる。これダメ。もったいないね。ああいいカニだ。本当にいいカニ。これくらいがうまいんだわ。450から500ぐらいのこんなのがねうまいんだわ。おーいカニ。今日ゲッパだなこれな。今日ゲッパだ。みんなだって1トン切れてねえもんなこと言ったってな場所だしな。おおカニ。おおすごいねそれね。おおいいねこれでっけえわ。これでかいわ。あ、終わったのか。何個だ。1234 56789 個だな。あ十分十分。はいこれにて終了。はい終了。もうよし OK。 毛ガニ
はい、ということでね、カニは一度スケールにかけなきゃダメなんで、今カップヌードルでね食べることはできないんで、一回丘に帰ってからこのカニをねカップヌードルの中に入れて食べてみたいと思います。はい、このカニはね一度ダンベルの中に戻します。はい、戻します。シャッと。はい、帰ります。午前11時、すべての作業を終えて港へと帰ってきました。あとは今日取ってきた全部のカニを一度トラックに積んで組合の荷さばき所へと運んでいきます。毛ガニは一度に9カゴずつユニックで釣ってトラックへと積みます。一昔前はこれをね手作業で積んでいたので、沖で仕事してきてからのこのねもう一仕事がとっても大変でしたが、このシステムを導入したおかげで荷揚げがねとっても楽になりました。本当ね、機械って素晴らしい。まずか、いいとこだな。あとは取ってきた毛ガニの重さを測っていろんな加工屋さんへと出荷されていきます。これいいんじゃない、これいいんじゃない、これいいわ。社長これもらってっから。はいよ、いいよ。はい、ということで辰巳冷凍食品さんのご厚意でカニをいっぱいいただきました。ありがとうございます。これをね船に持ってって漁師飯食べたいと思います。はい、それじゃあまずねいただいてきたこの毛ガニを食べやすい大きさにねカットしたいと思います。まずはね足をカットします。ここからカットしていきます。はい、頭は湯がいて出汁を取っていきたいと思います。はい、そしたら体は邪魔なんでね背中側をカットして中身を出していきたいと思います。はい、こっちが抜けたら手でグリッとやってパラ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 って身だけにします。これをシーフードヌードルに入れて食べたいと思います。はい、残った頭は鍋に入れて、足も鍋に投入。これをね味噌汁にしていきたいと思います。それじゃあねコンロに鍋を置いて水を注いでいきます。時間短縮のためにねお湯注ぎます。はい、これでね沸騰するまで出汁を取っていきます。そしてこの剥いたね身はカップヌードルの中へ投入。全部入れてお湯を注ぎます。はい、それではね5分ほど出汁を取って茹でたのでカップヌードルの中にね毛ガニの出汁たっぷりのお湯を注いでいきます。うわー、こぼれた。はい、あとは3分待ちます。は
はい、そしてこの残ったスープ、これにね味噌を溶いて味噌汁にしていきたいと思います。甲羅邪魔なんでね、パカッと再活して抱きもね具にしていきたいと思います。熱そうだなおい。ちゃ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 。はい、味噌たっぷり。これもね味噌汁の具に入れていきたいと思います。味見してみます。うまっ、激うま。はい、それでは器に注いで、はい、ネギを散らして毛ガニの味噌汁完成。実食。はい、それじゃあカップヌードル味噌汁、はい、本体。はい、それじゃあ今日もお疲れ様でした。皆さん今日もお仕事お疲れ様です。じゃあまずはカップヌードルの方から、うわー、いい感じにちょっとほぐして、はい、じゃあまずはね毛ガニからいただきます。激うますぎる。そして麺もねいただいていきます。濃いわ、めっちゃ濃いわ、普段より。仕事した後だから余計美味しい。激うま進化してる。汁物に汁物だけど、お次は毛ガニの味噌汁いただきます。バカうめ。これ味噌うま。やばい、めちゃくちゃ濃厚。はい、こんな感じでね取ってきた毛ガニをすぐねカップヌードルに入れて至高の漁師飯毛ガニのシーフードヌードルいただきました。はい、たくさん作ったんでね残ったお味噌汁は持って帰ってね家族と一緒に食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回は毛ガニカゴ漁ということでお楽しみいただけましたでしょうか。漁の方はねまだまだ続きますが、ノルマを達成できるように頑張ってね仕事していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。